私の名前はミク。私の名前は萌え。見ての通り、結合ソーセージの双子なの。結合ソーセージってのは、体がつながったままで生まれちゃう双子のこと。シャムソーセージって呼ぶこともありますね。簡単に言えば、一つの体に二つの魂。それが私たちなんです。私の場合は、双子の萌えと胸から左右に分かれていて、それぞれ体を半分ずつ動かせるんですよ。ミク、お醤油取って。はい、どうぞ。右半身はミクの担当、左半身は萌えの担当ってわけ。私たちが生まれた時は、生まれた娘が結合ソーセージ？先生、私はどうすれば？分離手術は可能ですが、その場合片方しか生きられないでしょう。そりゃあもう大変だったみたい。私たちはくっついてしまった体を手術で切り離すこともできました。でもそれは一方の頭を体から切断するわけだから、片方が普通に生きるためにはもう片方が死ななきゃいけなかったんです。せっかく生まれてきたのに、そんなのあんまりだわ。この子たちはこのまま育てます。そういうことで私たちは分離手術はせずに2人で1人として生きることになったわけ。私たちはそれぞれ体の半分ずつしか動かせないので、やっぱ学校遅刻しそう。走ろう。右足よろしく。わかった。萌えも左足よろしくね。走るときは2人で協力して息を合わせなきゃいけないの。他にも結合ソーセージは不思議なことがいっぱい。私たちは同じ体を使ってるのに性格が全然違うんです。あはは、何それ、マジウケる。萌えは活発で男勝りな性格なのですが、ミクの方はおとなしいというかちょっとネクラなのよね。すみません。性格だけじゃなくて好みも得意不得意も全部違うんですよ。不思議だよね。常に隣り合わせなので喧嘩すると大変。私はエステが見たいの。私だって映画見たいし、つながった体を通じて感情も共有してるから、片方が怒り出すと止まらなくなっちゃうんですよね。だけど私たちってスポーツの時は息ぴったり。ミク、頼んだ。任せて。片手と片足ずつしか動かせないのに運動はすっごく得意なんです。2人で1つのコントローラー操作してる感じよね。他にも大抵のことは人並みにできちゃいます。タイピングだってお手の物。私たちはお互いの考えていることが大体わかるので、メールの返信とかもちゃっちゃっとできるの。半分ずつしか体が動かないのにいろんなことをどうやってるのってよく聞かれるけど、説明できないんだよね。生まれた時からこうだったからとしか言えないよね。他にも人格は2つですが体は1つしかないので、体を使う日を決めておいてその日に遊びに行ったりするの。あら、今日は萌えの日？その通り、火曜日だからね。火木日が萌えの日で、月水土はミクの日って感じ。そもそも結合ソーセージはどうやって生まれるのか。普通の一卵性ソーセージは受精卵が分離して2人になるんだけど、この分離に失敗すると2つがつながったままで成長しちゃう。これはだいたい20万人に1人の確率。なぜか女性に多いんだ。私たちは一つの体でつながってるんだけど、感覚までは共有してないんだよね。あっち！何？やけどした！お互いに反対側の感覚がないので痛みとかにも気づかないんです。でも2人で1人って意外と便利なこともあって、ミクお願い。仕方ないな。風邪をひいた時は薬が苦手なミクの代わりに私が飲んであげます。血管を共有してるから片方が薬を飲めば両方に効くわけ。そもそも私たちって臓器が全部2人分あるわけじゃないの。私たちの体には脊髄が2本、肺は4つに心臓が2つ、肝臓は1つだけ、胃は2つで腎臓3つ、大腸1つ、小腸1つって感じ。お腹から2人に分かれてるイメージかな。ちなみに結合ソーセージにもいろいろと種類があってね。腹部結合型に臀部合体、頭部結合に鎖骨結合体とか、受精卵の分離がどこでストップしちゃうかでいろんなパターンがあるんだ。まあそんな風にして私たちは普通に高校に通えてたんだけど、卒業前にある問題が。絶対こっちの大学の方がいいって
でも私はこっちに進みたい。そう、2人で希望する進路が違っちゃったの。教育大学に進みたい萌と芸術系の大学に進学したいミク。私たちは2人ですが体は一つなので両方に進むのは無理なんだよね。こんなことってある？私たちは長いこと話し合って、萌は先生になりたいし私は画家になりたいなら、そうだ、美術の先生になればいいじゃんという感じで2人で納得できる進路に決めました。無事大学に進学した私たちはそのまま中学校の教員免許も取得。ちなみに大学の学費は 1.5 人分でした。無事に就職までできて一安心と思いたいところですが、実はまだまだ問題が山積みなんだよね。もし私が結婚したらどうする？もしもミクが結婚したら私も結婚しなきゃいけないの？どうすればいいんだろう。もし結婚したら誰かを好きになったら、2人で違う人を好きになったら、同じ人を好きになったら、片方が先に死んだら、私たちは一体どうすればいいんだろう。まあそういう不安はあるわけだけど、萌え、左から車来てない？来てないよ。私たちはこうやって普通の人と変わらずに生活できている。私たちは変わった双子だけど、体がつながっていること以外はどこにでもいる普通の双子。お互いのことを大事に思っているだけの普通の姉妹なんだ。娘の萌えの行動がおかしいと気づいたのは2歳の頃だった。ご飯の支度をしていると突然階段の方から大きな音がしたのだ。萌え、急いで駆けつけると萌えは階段下で倒れていた。階段の一番上にはおもちゃが散乱しており、すぐに一番上から落ちたのだと分かった。骨が折れたのではないか、救急車を呼ぼうか。私は気が動転してパニックになっていた。萌え、どうすればいいの？ちょっと体を横にするわね。萌えは私の顔を見るとすぐに笑顔で立ち上がったのだ。お母さん、大丈夫だよ。そんな、まさか。ダメよ萌え、いきなり立ち上がったりしちゃ。お母さん、お腹すいた。だんだんと怪我をしては病院へ連れて行くが、泣くことはおろか全く痛がる素振りを見せないということが増えていった。やはり萌えは何かがおかしい。そう思った私と夫は萌えを専門的な病院へ連れて行くことにした。お父さん、お母さん、落ち着いて聞いてください。萌えちゃんの不可解な行動の理由が判明しました。先生からの萌えのそうした行動が神経性の障害によるもので、痛みを感じることができない病気なのだと聞かされた私たち。痛みを感じないなんて、そんなことがありえるんですか？全世界でも10人前後しかいない極めて稀な病気です。どの論文を調べても詳細な情報は出てこないし、支援団体などもまだない。全てが手探り状態になります。いや、萌え、どうしたらいいの？萌えに歯が生え始めると、さらに衝撃的なことが起こる。ミク、そろそろ萌えをお昼寝から起こしてくるよ。お願い。うわー！何？夫の叫び声に嫌な予感がして寝室まで行くと、手と口が血だらけの萌えがベッドの上で笑っていたのだ。お母さん、萌え！とにかく早く病院へ。夫によると、萌えはものすごい強さで右手を噛んでいたらしい。とにかく何度も生肉が見えるくらいに。その後、私たちは苦渋の決断をした。お母さん、これはこの子のためなんです。私たちも辛いですが、どうかご決断を。萌えがもうどこも噛まないように全ての歯を抜くことに決めたのだ。ミク、しっかり。俺たちが萌えを守ってやるしかないんだから。衝撃的なことはまだまだ起こった。子供にありがちな行動の一つに目を無意識にこすってしまうというものがある。萌えももちろん例外ではなく、かゆい時や眠たい時だけではなく、一日のうちに何度か目に手が行くことが増えた。萌え、何度言ったらわかるの？目をこすっちゃダメって言ってるでしょ。ミク、そんな怒鳴らないで。しかし痛みを知らず加減ができない萌えは果てしなく目をこすり続け、最後には片目を失明してしまったのだ。もう無理、もう嫌よ。私じゃあの子を救えない。こんなの耐えられない。胸が張り裂けそうよ。
お母さん、泣かないで。萌え。今は目にゴーグルをつけさせているが、すぐに取りたがる萌え。これからどうやってもう片方の目を守っていけばいいのか、先生と一緒に頭を悩ませている。私、仕事復帰やめるわ。萌えの安全には変えられないもの。ごめんな、俺が仕事している間、ミクのこと任せっきりになってしまって。日々さまざまな怪我を連発する萌え。まだ小さい間は一日中監視しようと夫と相談して決めた。それでも萌えに絶対に怪我をさせないことなど不可能だった。萌え、どうしたんだよ、その背中のでかいあざ。ちょっと見せなさい萌え。お母さんやめて。これ多分やけどだな。めっちゃ炎症してジュクジュクしてるし、いつできた怪我なんだこれ。わからないわ。一番怖いのは私たちの知らないところで怪我をしてしまった場合、発見が遅れてしまうことだ。これは後になるぞ。明日朝一で先生のとこに連れて行かないと。痛みは自分の体の異常を把握する大切なシグナル。その信号を萌えの代わりに私が見つめてあげるしかない。萌えの命は私の命。ずっとそばで見守り続けるからね、萌え。はじめまして、ミクです。よろしくお願いします。はい、みんな仲良くするように。ねえ、ミクちゃんってどこから来たの？大阪だよ。いいな。じゃあ大阪弁話せる？いや、大阪には半年しかいなかったから。じゃあその前はどこにいたの？福岡。私の家、転勤族だからすぐ引っ越すんだ。大変だね。私には友達がいない。そりゃそうだ。地味で暗い上にすぐ引っ越すとなれば、わざわざ友達になってくれる人などいない。私にとって学校というのはただの親がいない時の時間つぶしの場所であり、友達を作るという場所ではなかった。昔から引っ込み思案だった私は幼稚園以来ちゃんとした友達を作ってもいない。でもそれでいい。友達を作っても別れるのは辛いだけだし、それなら初めから作らない方が効率がいいはずだった。ミクさん、ちょっと職員室に来てくれるかな。いやー、私は目を疑った。明らかに先生の体も顔も大きくなっていたし、まるで巨人のように見えたのだ。ミクさん、大丈夫？すいません。どういうこと？その謎の現象は学校にいるとたびたび起きるようになった。なんなの？どうなってるわけ？どうした？みんなが大きく見えて、それで私は小さくて。あいつやばくね？こうして私は転校早々変人扱いを受けることになった。それも当然だろう。授業中に急に立ち上がって叫び始めたら誰でも頭がおかしいと思う。お母さん、私最近自分が小人になるみたいに感じたり、自分が大きく見える。あんた何言ってんの？そんなのどうでもいいから宿題しなさい。はい、やっぱり母親に言っても理解してくれることはなかった。この不思議な症状が起こるのはほとんどが学校の時であり、私はさらに学校に行くのが嫌になった。しかし学校を休むわけにもいかず、私はその症状を抱えながら授業を受けるしかなかった。行け！パスこっち！また来る。いやー！ミクちゃん大丈夫？もうダメ。私は授業中に気絶してしまった。そして目が覚めると、ここは。ミク、よかった。心配したんだから。何だったのあれは。もう元に戻ってる？ミクさんのお母さんとミクさん、ちょっとお話があります。不思議の国のアリス症候群？大変珍しい病気です。今まで大変だったでしょう。私は聞いたこともないそのファンタジーみたいな名前の病気についてお医者さんから詳しく症状を聞いた。不思議の国のアリス症候群は脳の異常現象であり、脳の大脳皮質と呼ばれる部分の炎症によるものと考えられており、多くの場合は高熱などによって引き起こされるのだそうだ。かの有名なパブロ・ピカソや与謝野晶子なども不思議の国のアリス症候群であったとされ、いくつか証拠が残っている。またこの病気は片頭痛もついて回るもので、完璧な治療法はなかった。そんな。最近大きな病気などにかかったりしましたか？いえ、特には。では極度のストレスが長い間続いたりしたことは？それだ。私はこの病気の原因がストレスだとすぐに分かった。後に精神科医にかかってみてもらったところ、私は度重なる引っ越しと環境の変化によって尋常じゃないほどのストレスがかかっており、うつ病にもなり得たそうだった。ミク、今まで気づいてあげられなくてごめんね。私が変なんじゃなくて安心した。そうね。でもあれね、
小さいものが大きく見えるならケーキとか食べる分にはいいよね。たくさん食べた気になれるし。お母さん、冗談じゃないんだよ。ごめん、嘘です。こうして私の病気が判明してからは、父は単身赴任するようになり、引っ越しはなくなった。またそのおかげで学校にもようやく慣れて、友達もできるようになった。今もたまに不思議の国のアリス症候群は症状が出てくることもある。しかしそういうものだと受け止めさえすれば案外大丈夫なようだ。みくちゃん、おはよう。おはよう。しばらくは自分はアリスだと言い聞かせて頑張ろうと思う。俺は翔太。見ての通り普通じゃない顔をしているが、これはトリーチャー・コリンズ症候群を患っている人間の特徴だ。この病名は最初に発見したエドワード・トリーチャー・コリンズというイギリスの医者の名を取って付けられたものであり、1900年、彼はこの病気について詳細な記録を残した。トリーチャー・コリンズ症候群は生まれた時から発症している病気で、1万人に1人の確率で発症すると言われている。誕生したばかりの俺は目と耳は塞がり、頬骨もなく、鼻と鼻孔、顎の骨もほとんど形成されていなかった。誕生後すぐに呼吸器を形成する手術が施されたため、一命を取り留めた。この子をよろしくお願いします。俺の姿にショックを受けた無責任な両親は、俺をすぐに養子に出した。わあ、しょうちゃんすごいお上手ね。幸いにも俺の養子になってくれた夫婦は優しい人たちで、血のつながらない俺を愛してくれた。物心がつく頃には、俺の顔が周りと違うことにすぐ理解できた。変な顔。宇宙人じゃねえのか？少しでも普通の顔に近づけようと、春休みと夏休みのたびに手術を受けた。見た目を悪く言われるのも嫌だったが、耳の穴が塞がって声が聞きづらく、コミュニケーションを取れなかったのが辛かったんだ。小中学校の時に受けた手術の回数は10回以上だった。高校は両親の勧めで聴覚支援学校に通った。手話を学ぶことでコミュニケーションを取ることが楽しくなり、学校に通う意欲を失わずに済んだ。それから頭に補聴器の役目を担う金具を埋め込んで、支障なく会話することができるようにもなった。いい経験になるから大学に進学してみないか？嫌だったらすぐ辞めていいから。二人がいいなら大学目指すよ。大学に進学した俺は友達を作ろうと積極的に話しかけた。この授業終わったら一緒に学食行かない？他の奴らと約束してんだけど一緒に昼飯食おうぜ。お前のことをみんなに紹介するから仲良くしようぜ。俺を避ける人もいたが、勇気を出したおかげでたくさんの友達ができた。やる気はあります。でもその顔じゃあね。アルバイトをしようとコンビニの面接を受けたが、ことごとく不採用。接客は向いていないと思い、飲食店の厨房を希望したら働くことができた。翔太、まだ具材の下処理終わってねえのか？もうできます。ブリュノワーズって言ったよな。これミルポアじゃねえか。すみません、すぐやり直します。現在俺は大学で研究を続けながら大学教授を目指している。一般企業に就職するのは難しいし、研究職なら自分の症状も関係なく仕事に打ち込めると思ったからだ。数年前から俺はとある女性と付き合っている。正直言ってこの顔じゃ恋愛をするなんて夢のまた夢だと思っていたが、俺のことを本気で愛してくれる女性と出会えたのだ。俺と結婚してください。本当？私嬉しい。俺はついに彼女にプロポーズをした。将来は安定してないから不安はあったが、彼女は快く OK してくれた。彼女と籍を入れたことで、俺は自分の生みの親に会ってみたいと思った。彼女と子供の話をするたびに、実の親の存在が気になったのだ。二人を恨んでいる時もあったが、今では仕方ないと思うし、悪い印象は特になかった。俺は仲介業者を通じて生みの親に俺の思いを伝えたが、返ってきた答えは会いたくないだった。予想してはいたが、落ち込んだ俺を妻は励ましてくれた。前だけを向いていこう。それにあなたにとって大切な両親はその二人じゃないでしょ？そうだね。そして君がいる。両親に結婚を報告した時、二人は心から喜んでくれた。
翔太が結婚するなんて、こんな幸せなことはないわ。俺に似ていい嫁さんを見つけたな。さすが俺の子だ。ありがとう、お父さん、お母さん。幸せの絶頂にいるが、一つだけ不安なことがある。それは自分たちの将来の子供のことだ。トリーチャー・コリンズ症候群の人に子供が生まれた場合、同じ病を発症する確率は 50% あるという。もちろん、俺と同じ症状で生まれたとしても、愛し続ける自信はあるが、自分の子供に同じ苦しみを経験させたくない。ただ、医者に相談すると、精子を遺伝子操作することで、同じ症状を持たない子供を授かることができるらしい。子供を作るのはまだ先だと思うので、とりあえず妻とゆっくり話し合って、どうするかを決めたい。